こんにちは、梅たんです。今日は Now によって Now によるについて。でもこれいろいろな形あるやつ。でも安心してね、これ全部同じ意味です。によってによる5つの意味があります。一つずつ見ていこう。1、原因、理由。It is used when something caused this result or condition. For example, 地震によって建物が壊れた。交通事故によって3人が怪我をした。こんな感じ。2つ目、それぞれ、次第。It is used if you want to say each one is different. The situation depends on something. For example, 人によって価値観が違う。地域によって言い方が違う。3つ目、情報源、根拠。Source of information or evidence. It is a formal way of saying, only this, it doesn't change from the form によるとによれば。For example, ニュースによると大きな事件があったそうだ。友達によれば先生が辞めるらしい。4つ目、する人。It indicates by whom it was done. It is a formal way of saying, often used in passive sentences. For example, 電球はエジソンによって発明された。知ってる？大統領によって独立が宣言された。こんな感じ。ラストだよ。手段。It indicates the means used to a certain thing. Be careful, not for personal use. これダメ。毎日タクシーによって職場へ行く。こっちが OK。 毎日タクシーで職場へ行く。どうやって使うかっていうと、テストの結果によって合否が決まるとか、ネットによっていろいろな情報が得られるとか、こんな感じ。今日は Now によって Now によるについて勉強しました。みんなチャンネル登録いいね、よろしくね。もしよければ Now によって Now によるを使って文章作ってコメント欄に書いてみてね。じゃあね、みんなありがとうございました。